はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。群馬の有名な場所といえば、草津温泉、伊香保温泉など、温泉は有名ですね。食べ物で有名なものといえば、やっぱり、こんにゃくですよね。ということで、今日はこんにゃく作ります。意外と、こんにゃくがどんなものからできているか知らない人も多いですよね。それでは、早速やっていきましょう。今日はこんにゃくを作るためにこんにゃく芋を用意しました。スーパーで出来上がったこんにゃくがいつでも買えるので、こんにゃく芋からこんにゃくを作る人も少ないですよね。こちらがこんにゃくの原料となるこんにゃく芋です。里芋科の植物で、インドまたはインドシナ半島が原産地と言われています。群馬には上毛かるたと呼ばれるローカルかるたがあります。小学生の頃は授業であったり、地域の大会があったりするほど馴染みのあるかるたです。その中の根といえば、ネギとこんにゃく下仁田名産です。群馬の水はけの良い土壌と気候がこんにゃく栽培に合っていたそうです。ちなみに群馬にはこんにゃくパークという工場併設の施設があり、工場見学や手作りこんにゃく体験などをすることができます。こんにゃくパークとは全く関係がありませんが、先月こんにゃくパークの近くに明太パークができたので密かに気になっています。こんな芋からこんにゃくができるなんて不思議ですよね。この前やったキャッサバからのタピオカもそうですが、本当に昔の人すごすぎます。こんにゃくにはシュウ酸カルシウムが多く含まれているので、生食はせずに必ず加熱して食べましょう。こんにゃくは欧米ではデビルズタンとも呼ばれているそうです。こんにゃくの見た目ではなく、こんにゃくの花がちょっとグロテスクな感じで悪魔の舌のように見えます。こんにゃく芋はアルカリ性の液を混ぜることで凝固します。今回はこちらの水酸ナトリウムを使用します。ちなみにこんにゃくの黒いつぶつぶはひじきなどの海藻粉を使用していることが多いです。現在はこんにゃく粉を原料にこんにゃくを作ることが多いですが、昔は生芋を皮ごとすりつぶしてこんにゃくを作っていました。その頃は黒っぽいこんにゃくしかありませんでした。徐々にこんにゃく粉を使った白こんにゃくが主流になりますが、黒こんにゃくに慣れ親しんだ地域では白こんにゃくは受け入れづらく評判が悪かったそうです。なので海藻粉を使用して昔の色に近づけて販売したそうです。その名残で現在も黒こんにゃくと白こんにゃくがあります。それではまずは皮を水洗いします。今回は皮ごとではなく皮は剥いて作ります。多少残ったものは気にしません。半分にカットし、芽の部分を取り除き、フードプロセッサーに入れやすいように小さくカットします。少しぬめりがあって未熟な果実のような青臭さを感じます。カットしている感じは山芋とじゃがいもの間くらいの感じです。フードプロセッサーに入れてぬるま湯と一緒に細かくします。鍋に入れ残りのぬるま湯とともに火にかけよく混ぜていきます。全体が混ざったら水酸ナトリウムをぬるま湯で溶かしてこんにゃくに加えます。一気に凝固し始めるので素早く混ぜます。濡らしたバットに先ほど混ぜたこんにゃくを流し入れます。お気づきかと思いますが、こんにゃく芋6個でまさかのこんな量のこんにゃくができるとはびっくりです。この前のキャッサバから作るタピオカはかなり少量しか作れなかったので正直舐めていました。空気を抜くようにしっかりとバットに敷き詰めます。この状態で冷蔵庫で一晩置きます。冷蔵庫から取り出すとこんな感じです。しっかりと固まっています。取り出してみましょう。体育館で使うマットくらいの厚みがあります。通常のこんにゃくと比べてみると大きさの違いがわかります。それでは次にこのこんにゃくを鍋で茹でます。鍋に入りやすい大きさにカットします。沸騰したお湯にこんにゃくを入れ30分くらい茹でていきます。茹で終わったら氷水につけて冷やします。しっかりと冷えたこんにゃくがこちらです。こんにゃくになっていますね。今日はこのこんにゃくを使って味噌おでんとこんにゃくステーキを作ります。まずはこんにゃくを1センチくらいの厚さでカットします。表面に包丁を入れ三角形にカットします。串を刺して再度軽く煮込みます。その間に味噌だれを作ります。鍋にみりん、酒、味噌、
砂糖を加えてよく混ぜ合わせてとろみを出します。煮えたこんにゃくを取り出し、味噌だれをかけて完成です。次にフライパンにごま油をひいてこんにゃくを入れてしっかりと焼いていきます。表面がカリッとなり始めたらニンニクを加えてさらによく焼いていきます。島田のタレを入れ全体に絡めブラックペッパーを振ります。お皿に盛り付ければ完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は千葉県浦安市の前浜地ビール工房ハーベストムーンのペールエールを飲んでみます。これはショッピングモールイクスピアリの中で醸造されているビールです。ディズニーリゾート内でも提供されているので飲んだことある人も多いかもしれません。夢の国のビールだと思うとテンション上がります。ハーブのような香りとモルトの香ばしさを感じます。通販でも気軽に買えて夢の国を堪能できるのもいいですね。それではまずはこんにゃくステーキから食べてみましょう。こんにゃくといえばなんといってもカロリーの低さは魅力ですよね。 100g あたり5キロカロリーと異常な低さです。それだけのカロリーの低さですが、焼肉のタレとニンニクと一緒に焼くことで味も染みて食べていて満足感があります。肉に比べたら物足りなさはありますが、ダイエット中なら最強のおつまみかもしれません。次は味噌おでんです。群馬の観光名所とか行くとよく売っているイメージです。寒い時とかだとついつい熱々の味噌おでんを食べたくなりますね。この甘めの味噌だれがおやつとしてもぴったりです。最近では欧米などでもダイエットフードとしてこんにゃくが注目されるようにもなっています。うちのチャンネルだと代替品としてこんにゃくが使われたりしているものも紹介しています。今後もこんにゃくの可能性は広がるかもしれませんね。もしかしたらこんにゃくを食べて翻訳できるようになる未来も近いかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。こんにゃくの作り方いかがでしたか？食材を一から作ってみるとできたものがいつでも食べられることってすごいことだなと改めて感じました。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。